おはようございます。アーキースチューデンツです。今日はバタフライを使用して建物外の風解析を行っていきたいと思います。では行きます。今回もまずグラスホッパーの方でもデータをコンポーネントを組んでいるものを用意しています。これはもう単純に説明をする時間にしたいなって思って操作はちょっと時間がもったいないので省いているという感じです。では行きます。まずやることなんですけれど、まず一つ目のフェーズで解析の対象物を設定します。解析の対象物は今回箱を用意してるんですけど、この箱を作るときにセンターボックスというコンポーネントを使っています。このコンポーネントに入力していくデータがベース中心点ですね。この中心点をもとに箱を作っていくというものです。で、今回、中心点はパネルでちょっと確認するんですけれど、002という、点を取ってます。で、この点をもとに XYZ、高さと横幅ですね、に2を入れてます。単位は今は何でもいいので、ラインの上で設定してください。おそらくメートルじゃないかなと思ってます。で、このボックスボックスが出てるんですけれど、このボックスをバタフライのジオメトリーに変換していきます。で、このバタフライジオメトリー、クリエイトバタフライジオメトリーに入力していく情報が、名前とバタフライのジオメトリーに変換するための大元の、オブジェクトで境界条件を設定していくんですけれど、今回名前は箱で、ボックスです。ボックスで、ジオメトリーをここにつないで、これですね。境界条件は壁、ウォールバウンダリーをつないでいます。この境界条件の設定はしてるんですけれど、中身を理解してるかって言われると、そんなに分かってないです。一旦設定してます。で、次に行うのが解析領域の設定なんですけれど、解析領域は、このバタフライクリエイトケースフロムターナルトンネルっていうコンポーネントで作ってます。こちらが風速のコンポーネントで、ちょっと単位はわかんないんですけれど、メーター毎秒とかじゃないんです。ね、ちょっとわかん、あ、メーター毎秒って書いてますね。Wind Speed in メーター毎セカンド。で、7を入れるので、秒速7メーターの風が吹くということですね。で、バタフライクリエイトケースフロムトンネルというんですけど、トンネルにつないでいきます。ウィンドベクターは、こういうのが出てたら大丈夫です。で、解析をつないで、
これを true にすると、今ライン上で緑の点が8つほど出てきたんですけれど、これが解析領域になってます。結構大きいので、この領域を設定する大きさですね。大きさを設定する方法もちょっと今後知りたいですね。そして次が解析領域とこの点のところです。点を結んだ領域のメッシュを作成していきます。で、このメッシュを作成するコンポーネントがバタフライブロックメッシュというコンポーネントになってます。で、先ほどのケースフロムトンネルから出たやつを使ってケース、この解析っていうのが出てて、この解析をケースにつなぎます。で、ウィンドトンネルをつないで、こっち側はウィンドトンネルグレーディング。ちょっとこのコンポーネントはよくわからないんですけれど、かませる必要があるみたいです。セルのサイズ。多分これはブロックメッシュの分割数とかの設定をしてくれてるのかなと思ってます。で、その分割した数とかをこの実際に作る方に渡すというイメージなんじゃないかなと思ってて、で、ケースと、あと、こっちのコンポーネントから来たグレード XYZ とセルカウント XYZ。これはこういう、こういったものが出てて、こっちはこういうのが出てますね。実際にメッシュを作成するんですけれど、今 true にしたんですけれど、まだブロックメッシュはラインの上に現れてないです。なんでかというと、この可視化のコンポーネントがあるみたいで、それがバタフライロードメッシュ、メッシュを読み込むイメージなのかなと解釈しております。で、こちらもトグルを to にすると、このように空間がメッシュで空間を刻んでいる感じになっています。分割数は先ほどこの辺で決めてるのかなという認識です。一旦非表示にします。そして次にやるのが、オブジェクト、この四角の周りを覆うメッシュを作成するんですけれど、この時はスナッピーヘックスメッシュを使います。で、ケースはこのケースですね。解析という。で、これをケースにつないで、メッシュのレベルと書いてるんですけど、あまりここも理解してないです。グローブリファインレベルをつないで、実際にランにしていきます。これで一旦メッシュは作成されたんですけど、こちらも可視化はされてないので、先ほどと一緒、ロードメッシュを使って可視化すると、このようなさっきと一緒のように見えるんですけれど、さっきと違う点として、オブジェクトの周りにもメッシュが作成されていることが
かるかと思います。ですね。そして、オブジェクトと解析領域のメッシュを作成できたので、次に実際に解析ソリューション実行って書いてるんですけれど、実行をしていきます。実行に必要なデータとして先ほどの同じケースを持ってきて、こちらですね、こっちから持ってきて、で、steady incompressible recipe っていうコンポーネントですね。こちらもちょっとよくわからないです。とりあえず必要なのでつなぎます。で、トグルが2つあって、あと1つソリューションパーっていうのがあって、こちらもちょっとよくわかんないんですけれど、解析の回数、計算回数を設定しているコンポーネントとかがこうつないできているので、詳細な設定なのかなというふうに思います。そしてこの proofs につないでいるフィールドというのは U とか F とかをこうつないでいる感じで、今回は U にしてます。で、proofs に必要なデータがもう一個あって、解析面の設定ですね。ここはレディバグのコンポーネント、バージョン 1.5.0 のコンポーネントを使ってて、一応2つ面を用意しています。この2つの面を用意しているんですけれど、この時、箱に重なるように設定をしています。下のやつはちょっと横向きのやつは重なってなかったので、もうユニット Z で上にちょっと上げました。実際にこれとこれですね。で、今一旦の横の面を使って入力してます。で、グリッドサイズっていうのが面の分割数ですね。今2を入れてます。そして、ちょっと一旦非表示にこっちをするんですけれど。ポイントという情報が出てくるので、これをこっちにつないでいきます。分割された点ですね。で、実際に実行をすると、このような感じで計算が回っていくんですよね。ちょっとこっちも批評して。で、先ほどと似てるんですけれど、結構ブロックメッシュを可視化したりとか、可視化するとこまではやってくれないみたいで、一回計算した後に可視化するとこを自分でやらないといけないっていうのがちょっとめんどくさい点です。で、これがロードプルーブスバリューっていうので、もうソリューションをソリューションにつないで、何かわからないが呼び出しのものって書いてて、これも先ほどと同じ U をつなぎます。
で、U をつないだら、この、いったデータが出るんですけれど、これをベクトルにつないでいきます。ベクトルにつないで、単位ベクトルに変換するユニットベクターと、ベクトルの長さを測ってくれるベクターレングスっていうコンポーネントを用意します。で、ベクトルの長さなんですけれど、こういうふうに長さで表示してくれます。そして長さをいっぱいあるんですけど、長さ。最小値と最大値を取ってくれるコンポーネントが bounds というコンポーネントで、この bounds 最小値最大値を取って、この dcon につなぐと、先ほどの最小値と最大値を分けて表示してくれます。で、これがおなじみ。すいません。おなじみのグレーディアントというコンポーネントで、グラデーションですね。色はここダブルクリックで変えれるので好きにできます。例えば、カラーのライトだったら、こういう風に、ここの三角のとこを押してもらうと、色が、例えば、ピンクとかにすると、こっちが、この点の右側がピンクみたいな感じで、左側は青色、水色みたいに設定してます。ちょっと一旦戻します。で、単位ベクトルに変換した方は、このような感じ、全部単位ベクトルに変換されている状態で、ベクトルを、その単位ベクトルに変換したものを、このベクターにつないで、カラー、カラーにはこのグレーディエントをつないで、あと、ポイントは、こう来て、最初の方の分割した点の方ですね。点をここにつなぎます。このコンポーネントはベクターディスプレイです。あとちなみにこれはスラッシュ2回で出てきて、これダブルクリックで U って入れると大丈夫です。こうやって。で、これをちょっとサイズ調整したら、これと一緒になります。それでもう計算が終わってるので、可視化していくんですけれど、これを表示にすると、矢印が出てきてて、このような感じです。こういう、こっち手前側から風が吹いてて、上から見ると箱を避けてる感じになってるのがわかるかと思います。青色がおそらくベクトルの値が小さいやつで、赤が大きい方ですね。こういう風にその
障害物がある場合の風の流れを解析することができます。ちょっと、この中に矢印が入ってるのはよくわからなくて、前回もバタフライやってみて、あんまり精度がいいとはちょっと思えなくて、そうですね。なんかあんまり情報がなくて、こういうのが合ってるかどうかとかっていうのもちょっとわからないので、自分が発信している情報も参考までに見ていただけると幸いなのかなと思います。引き続き勉強はするんですけれど、今度、インストール、プラグインのインストールも紹介させていただいてなかったので、こちらも動画を上げたいなと思ってます。ちょっとめんどくさかった記憶があるのでですね。はい、今回はバタフライで建物外の障害物のようなものを設定して解析を行いました。参考にできる分とできない部分があると思うんですけれど、最後まで見ていただいて誠にありがとうございました。また動画を上げるのでチャンネル登録とかよろしくお願いします。ありがとうございました。